上半期個人的面白かった漫画ベスト10。どうも漫画オタクのはやんです。今日は2026年上半期に1巻が発売された漫画の中から個人的に特に面白かった漫画を10作品紹介しようと思います。正直面白い漫画が多すぎてめちゃくちゃ迷いました。特に1位の作品は読み終わった後の余韻がすごくて、心の底からすごい漫画に出会えたと思った作品なんで、ぜひ最後まで見てください。一応順位はつけてるんですけど、どれも1位でもいいぐらいほんまに面白い漫画ばっかりです。今回選べなかった作品の中にもほんまに面白い作品まだまだあります。他のおすすめ作品とかもどんどん紹介していくので、面白い漫画が知りたい人は今のうちにチャンネル登録お願いします。それでは早速第10位から発表していきます。第10位、打ち切られ漫画家と老人女。連載を打ち切られた漫画家が自分の作品を本気で好きでいてくれるファンと出会うお話です。創作する側とそれを愛する側、両方の視点から描かれるハートフルコメディです。この漫画は漫画好きなら結構共感できるところも多いかなと思います。創作する側と好きになる側、その距離感とかすれ違いとか尊さがかなり詰まっています。漫画を描く人にも読む人にも刺さる作品だと思います。第9位は魔力狩れのダークエルフです。すべての魔法を失った元万能魔術師が魔法のない日々の中で幸せを見つめ直すお話です。主人公のアミラはかつて万能魔術師と呼ばれていたダークエルフでも、ある時魔力狩れによって全ての魔法を失ってしまいます。魔力がある前提で設計された世界で魔力を失うというのはかなり大きな損失です。でもこの作品はそこからただ絶望する話じゃないです。力を失ったからこそ見えてくる世界の美しさに気づいていくお話です。背景の書き込みとかがめちゃくちゃすごくて、ほんまに世界が輝いて見えるファンタジー漫画です。第8位、ウィッチリブ。主人公のノナは魔法使いが迫害される世界で自身が魔法使いであることを隠して生活している女の子です。お母さんと2人で平穏な日々を過ごしていたんですけど、ある日親友の壊れたメガネを魔法で直してしまいます。ノナはその出来事をきっかけに魔法使いを取り締まる魔法監視局に目をつけられてしまいます。この作品は始まり方がかなり残酷で切ないです。ノナは悪いことをしたわけじゃなくて、ただ優しさで魔法を使って友達を助けただけなんですけど、それがきっかけで自分が魔法使いってことがバレて、世間から迫害されてしまうっていうところから始まるストーリーです。普通に暮らしたいだけなのに魔法使いっていうだけで追われてしまう世界、その理不尽さが結構残酷やなって思います。でもただ暗いだけの話じゃなくて、そんな理不尽な世界に立ち向かおうとする少年漫画的な熱さもあります。絵もめちゃくちゃ綺麗で魔法の描写もかっこよくて、世界観に一気に引き込まれました。ダークファンタジーが好きな人はハマると思います。第7位は999号室です。不気味な世界観の巨大なマンションで主人公の配達員が手紙を届けていくお話です。舞台は怪しい放送が鳴り響く巨大なマンション。そこには普通の人間ではない異形の住人たちが住んでいます。この漫画は説明しすぎない世界観がかなりいいです。何が起きているのか、なぜこの世界になっているのか、最初から全部は説明されないです。でも圧倒的な画力でどんどん世界に引き込まれていきます。不気味で独特で、でもページをめくる手が止まらない作品です。僕こういう世界観の作品めっちゃ好きなんで、もう1話読んで一瞬でハマりました。去年だと人食いマンションと大家のメゾンみたいな不思議な世界の謎を追っていくみたいな空気感がめちゃくちゃ好きなんですよね。なので999号室もめちゃくちゃハマりました。今後もっと話題になると思うんで、ぜひ今のうちに読んでみてください。第6位は裏東京の恐ろしどころです。東京の裏側にある裏東京を舞台に、最悪級の悪霊を身に宿した少年が除霊師を育てる秘密の学園で生き抜いていくお話です。この作品はとにかく王道、そこが最高なんですよね。最近いろいろなジャンルの漫画読んでるんですけど、やっぱりこういうのが好きなんやなって思わせてくれましたね。子供の頃好きだった王道少年漫画のワクワク感とかを改めて思い出させてくれました。だからといってありきたりなわけじゃないです。圧倒的画力で描かれる緻密に設計された世界や個性豊かなキャラクターたちがほんまに魅力的で、読んでる間ずっと楽しかったです。ホラーっぽい不気味さもありつつ、しっかりバトル漫画としての熱さもあるんで、王道な少年漫画が好きな人にはめちゃくちゃおすすめです。第5位はハイミヤ先輩は怖くて可愛いです。怖いと噂されている先輩が自分にだけ優しく接してくれて、その可愛さに少しずつ惹かれていくお話です。
この漫画のヒロインの灰宮先輩は見た目も言葉遣いも強くて、周りからはかなり怖がられています。でもそんな灰宮先輩がなぜか主人公にだけは優しく接してくれます。最初は怖い人だったはずなのに、関わっていくうちに可愛い人に見えてくる、怖いから可愛いに変わっていくコアキュンラブコメです。個人的に上半期のラブコメの中で一番好きでした。多分自分が関西人やからっていうのもあると思うんですけど、関西弁のヒロインめっちゃ好きなんですよね。コナンのカズハとかもめっちゃ好きなんですよ。基本漫画って標準語やから、たまにこういう関西弁のヒロインに出会うとめちゃくちゃ親近感湧くんですよね。それにこういう学園ラブコメだと、学生時代とか思い出してめちゃくちゃ懐かしくなるし、とにかく尊い気持ちになるんですよね。でも自分の思い出とか関係なく、この漫画はほんまに面白いです。このヒロインの灰宮先輩のギャップが最高すぎる。怖い見た目やけど優しくて、ちゃんと相手のことを見てくれているんですよ。テンポも良くてラブコメとしてかなり読みやすいし、もうキャラの魅力で一気に読ませてくれる作品です。アニメ化とかしたらめっちゃバズりそうな気はしますね。ラブコメ好きな人はぜひ読んでみてください。第4位は天界のボールトです。上界と下界に分断された世界で、特殊部隊員の主人公が謎のオブジェクトと消えた妹の手がかりを追うお話です。 SF 作品が好きな僕にとっては最高の漫画でした。詳しくは説明されないけど、荒廃した世界とか専門用語とかがとにかくかっこよくてめちゃくちゃ好きです。 SF アクションとしてのワクワク感が強くて、一巻の時点でこの世界もっと知りたいって思わせてくれる作品です。アキラとかブラムの世界観が好きな人は結構ハマるんじゃないかなと思います。第3位はドラゴンの胃でお休みです。働き疲れた女騎士団長がドラゴンの胃の中で癒しと生き方を見つけていくお話です。主人公のリンナは国の象徴であり民の憧れでもある騎士団長。ただ現実はそんなに華やかではありません。上司に使われ責任を負い激務に追われる日々、まさに中間管理職のような立場です。そんなリンナはある日巨大なドラゴンに遭遇します。国のために応戦しようとするんですけど、日々の疲れもあってドラゴンに食べられてしまいます。そしてドラゴンの胃の中で目を覚まします。普通ならドラゴンに食べられて胃の中で目を覚ますって絶望的な状況だと思うんですけど、日々の激務で疲れた主人公にとっては仕事から解放されて自由になれる唯一の場所だったんです。そんなドラゴンの胃の中で生活することになるスローライフファンタジーです。ただ優しい漫画っていうだけじゃなくて、ドラゴンの胃の中がとにかくワクワクするんですよ。めちゃくちゃ広いダンジョンみたいになってて、冒険漫画としてもめちゃくちゃ面白いです。それと光の表現とかがほんまにすごくて、絵だけでもめちゃくちゃ感動してしまうレベルです。ファンタジーなんですけど、現代社会で疲れている人にもかなり刺さる漫画かなと思います。第2位はパラドンです。サッカー部で控えゴールキーパーの兄が天才フォワードの弟と一緒に国立を目指す高校サッカー物語です。この作品の好きなところは主人公がゴールキーパーというところです。サッカー漫画ってどうしても点を取るフォワードとか派手で目立つポジションにスポットが当たることが多いと思うんですけど、パラドンはゴールを守る側の熱さをしっかり描いてくれてます。一本シュートを止めることで流れが変わったり、ゴールキーパーだからこそのかっこよさをめちゃくちゃ熱く描いてくれてます。ゴールキーパー視点で描かれる試合もめちゃくちゃ迫力があってかっこよくて、サッカー好きな人も別に興味ない人も楽しめる漫画かなと思います。あと僕漫画以外にサッカーも大好きで、サッカーオタクでもあるんですけど、サッカーファンの視点で見ても、今後パラドンは本気でめちゃくちゃ大きな漫画になる可能性があると思ってます。というのも今のサッカー日本代表って歴代最強って言われることが多いんですよ。その中でも特に注目されているのがゴールキーパーの鈴木ザイオン選手なんです。今回のワールドカップでもめちゃくちゃ活躍して、もう世界でも注目されている選手なんですよね。なのでこれからザイオン選手が日本代表の守護神としてさらに注目されて、その流れでゴールキーパーが主役のサッカー漫画パラドンにも注目が集まる未来は普通にあるんじゃないかなって思ってます。今までたくさんサッカー漫画を読んできた僕が自信を持って進める今一番熱いサッカー漫画です。はい、ということでついに第1位ですね。第1位はエニグマティカです。暗号に人生をかけた男たちの歴史の裏側を紐解いていくお話です。舞台は第一次世界大戦後のロンドン。主人公の坂口一輝は元暗号解読官の日本人です。
そんな彼が絶対不可侵とされたエニグマの解読に挑んでいく物語です。暗号を解く者、暗号を作る者、そして歴史の陰に消えていった男たち、表には出てこない秘密の戦争を描いた作品です。この漫画は読んでいてかなり衝撃を受けました。暗号を解読する話って聞くと少し地味なのかなって思うかもしれないんですけど、全然そんなことないです。暗号をめぐる静かな緊張感だけでなく、迫力あるアクションもあります。独特な雰囲気で描かれる物語はまさに映画を見ている感じでした。ほんまに一巻読み終わった後の余韻がすごかった。めちゃくちゃすげーってなったんですよね。歴史ものとしての重みもあって、人間ドラマとしてかなり面白いです。特に暗号っていう題材を漫画としてここまで面白く読ませてくれるのがほんまにすごいなって思います。難しそうに見えるテーマなのにめちゃくちゃ読みやすくて、ちゃんと物語として熱いです。上半期に読んだ新作の中で一番すごい漫画に出会えたって思わせてくれた作品です。それぐらい面白かったです。ということで、2026年上半期に読んで面白かった漫画ベスト10はこんな感じでした。今回はかなり僕の好み全開で選びました。皆さんの2026年上半期ベスト漫画もぜひコメントで教えてください。ということで、この動画が面白かった、参考になったっていう人はチャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。これからもどんどん面白い漫画紹介していくんで、ぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。